ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。この動画は濃いめのガンダムオタクレ夢ムと、ライトユーザーのマリサがガンダムを解説していく動画だぜ。なるべくガンダムに興味がない人でも興味を持ってくれるような、そんな動画を目指しているわ。ぜひガンダムを好きになってほしいんだぜ。高評価とチャンネル登録もよろしくね。さて今回は、先行のハサウェイ本編も配信されたことだし、本編そのものを少しずつ解説していこうかなと思うわ。具体的に言うと、公式から無料で公開中の、冒頭15分をまずはやっていこうと思うのだけど、実はここにもすごいいっぱい、これはスタッフさん本当に頑張ったんだなってのが盛りだくさんで楽しいのよ。一応、ガンダムの専門用語は極力省いて考察していくつもりよ。さあ、早速解説、考察していこうと思うのだけど、まず冒頭から、太陽が見えて、いくつものコロニーもうっすらと見えて、そこから月がドーンと見えて護衛のモビルスーツと、豪華客船。まずはこことても大事なのだけど、両つべの動画では時間は1分17秒あたり、何かにワイングラスが固定されていて、ピシューって音が鳴るとワイングラスがふわりと浮くんだけど、つまり、ここは無重力ですってのがわかるわよね。わかるけど、だからなんだ？これはもういろんなとこで言われてるけど、ワイングラスの飲み口を見てほしいのよ。なんだ？無重力なんだから、液体なんてふわふわ浮いちゃうでしょ？だからこれ、ワイングラスの形をしているけど、構造はチューブに近いんじゃないかなって思うのよ。横の飲み口だけに穴が開いてて、多分ワインの上はこれ透明の蓋みたいなのついてるわ。だって、傾けても形変わってないじゃない？おう。宇宙世紀の株とか技術の使い方が面白いのよね。実際にそうなるかは別として、確かにこうなるかもしれない。って思わせることがとても大事だと私は思うのよ。この時点で私はもうテンションマックスよ。まだ本編開始して1分なんだが。なのでこの旅客機のテーブルにも、基本物が吸い付く機能がついている、と見て良いと思うわ。そしてね、実はコメントでも指摘があったのだけど、この旅客機の椅子、あんなエコノミークラスに毛が生えたリラックスできなさそうなシートに納得できない、と。機内食何食か提供されてるから、結構長時間のフライトなのに、と。それは実は私も思ったんだぜ。あれ、なんか硬そうじゃね？って。そうね。私も最初はそう思ったわ。そこで、はい次のシーン。ここを見てちょうだい。時間にして1分29秒あたり。まだ1分台なのか。見て。子供が、ふわーっと浮いてるのよ。一応シートベルトで固定されてるけども。つまり、この長い航海において、彼らは、ほとんどを無重力空間で過ごすのよ。となると、ふわふわの座椅子なんて使ったら、体重例だからそもそもフィットなんてしないんじゃないかしら。多分、クッションの反発力に人間が負けちゃうなんてこともあるかも。私は実際に宇宙行ったことはないから、さすがにガチのエアプだけどもね。なのでこれは、座椅子とかソファーではなくて、体を固定するための場所、でしかないのよ。肘掛けだっていらないんじゃないかしら？疲れたらふわふわさせておけば良いわけだし。いやまあ本当に私宇宙エアプだから、宇宙で肘掛けが実際に必要かどうかも想像でしか語れないのだけども。ともあれ、このなんか硬そうな椅子は、多分 SF 描写として大正解なんじゃないかなって思うの。そのすぐ後に、お皿の上にフォークやナイフが置かれてるけど、ひょっとしたら、すべての食器や家具に、何らかのぴったりくっつきやすい機能がついてるのかもしれないわね。宇宙でも磁石は使えるみたいだし、そこらへん、かしら？そして少し時間を飛ばして、1分43秒あたりよ。本当に少ししか飛んでないんだぜ。やはり、コップには飲み口の部分に飲み物がこびりついているわね。無重力だから、液体として落ちたりせずにこうなるんじゃないかしら。糖分が入ってたら、ベタっとするかもしれないしね。でも大事なのはそこじゃなくて、すべて完食されたのはお客様だけですって言われた主人公のハサウェイの悪運なのだけど、もうこの時点でおかしいのよね。これはハサウェイ解説動画でも語ったことなのだけど、これから殺す相手の顔を見に行って、その殺す相手のすぐ近くでご飯パクパクって、いや、ってなるわ。多分なんだけど、やっぱハサウェイのこの精神状態は、おかしいというか、頭の中が明確に世界の敵なのよね。さてお次はギリの登場シーンを見てみましょうか。時間にして、1分54秒のあたりね。このシーンもね、ギリの耳飾りの揺れ方が、ちゃんと無重力感あるのだけど、そことは別として、まさに彼女のこの長セリフこそが、私の中で、ひょっとしてギリはニュータイプではないのではないか。と思った始まりなのよ。あるいは、ニュータイプだとしてもかなり弱い力か、もしくは別作品だけどフロスト兄弟のように何かに特化してるかしら。というのも、そもそもニュータイプと呼ばれる人たちって、直感が先にあるのよね。そしてそこに理由はないのよ。ただわかっちゃうの。けどギリは、この長台詞の中で、その理由を全部解説してくれてるのよ。だから私は、ギリはどちらかというとニュータイプ側ではなくて、その時コラボしてたのもあって、こっち側じゃないか。って思ったのよ。言ってしまえばこのシーンは、コナン君。正確には変声機使った毛利小五郎あたりが、
犯人のトリックを解説してるシーンよね。まあこんな解説しておいて、2作目、3作目でバリバリニュータイプ描写あるかもしれないけど、それもガンダム考察の一興ということで。そして今度こそ本当に時間が飛ぶわ。5分22秒のあたりよ。やっとか。さあ、ここに見えるは原作には登場しなかったモビルスーツ。この時代よりも20年近く昔に、猛威を振るった地球連邦の可変モビルスーツ。キャプランよ。当時はすごい性能で、それでいて飛行形態になって空を縦横無尽に飛び回る活躍を見せたのだけど、残念ながら、もうメッサーやグスタフにはかなわないわ。装甲の材質こそ互角なのだけど、出力で劣っていて、重量もあの重装甲のグスタフよりも30トンも重いのよ。ただ、一応水力では勝ってるから、使い道としたら本当にもうこの時代では、カボチャ頭たちを輸送するくらいがベストかしら。ちなみにこれ、原作では登場しなかった機体なのだけど、先行のハサウェイ公式ツイッター曰く、この作品モビルスーツ少なすぎる、なんとかモビルスーツ増やしたい。そういえばギャプランがこの高高度で運用できるじゃん。みたいな感じで、出演決まったそうよ。さらにちなみになのだけど、これどっかの基地に放棄されてた組み立て途中のものらしいわ。まあつまり、本当にもう、お役御免の機体ってことなのよね。この機体がかっこよく活躍する話は、機動戦士ゼータガンダムにあるので、ぜひ見てほしいわね。ちらっとだけどハサウェイも出てくるわ。ちなみに、キャプランは劇場版ゼータガンダムの1作目に出てきて、ハサウェイは、劇場版だと本当に一瞬しか出てこないから、TV 版の17は香港式と、TV 版18は囚われた未来を見てもらっても良いかもしれないわね。ちなみに未来はハサウェイのお母さんの名前ね。劇場版だと2作目に、お父さんのブライトが家族からのビデオレターもらって見てるシーンがほんの数秒ある感じよ。劇場版ではハサウェイ関連は大きくカットされたんだぜ。そうねー。さて、ここからまた時間は少し飛んで、5分31分頃よ。この鏡に映るケネスのシーン、実は原作と順番が入れ替わってるのよ。ほう？小説版だと、このシーンが一番の冒頭なのよ。つまり、このシーンのケネスの独白から始まって、そこから次にギギとの会話ってのが原作の流れなのだけど、本当に、映画を見た方にはぜひ小説版のこのシーンを見てほしいのだけど、ケネスの人間性が一発でわかるわ。もちろん、ケネスは本当にいいやつだし、これを見ている方が男性なら、ケネスとは大親友になれるかもしれないわ。でも女性の方だと、ちょっと注意というか、友達以上の関係になるとちょっときついかもって人なのよね。一応小説版の描写でさらっと書かれてる程度だからなんとも言えないけど、お子さんいるかもしれないわ。かもしれないってのはどういうことだ？ケネスの独白でね、前妻は、子供の運動会に出席するのも父親の義務って言っていたとあるのよ。これは、前妻の思想としてそう語ったのか、実際に子供がいて、我が子のために言ったのかで、ちょっと前妻の女性像が変わるからなんとも、よね。ただケネスが鏡の前での独白を要約すると、俺って男前の指揮官がちゃんとやってればな。地球の勤務嫌だな。一緒に乗ってる官僚ひどいな。マフティーにぶっ殺されても文句言えないな。なんで前妻はこんないい男と別れる気になったのかな。って感じなのだけど、すぐ後の独白で、結構詳しく語られてて、前妻は、ケネスに愛してるって言って欲しかった人で、ケネスは、その前に俺はパイロットだからって感じで仕事優先してたそうよ。前妻の描写が少なすぎて、絶対にこうだ、とは言い切れないけども、ケネスは家族のために仕事をしていたわけじゃなく、家庭と仕事は別、と考えた上で仕事を優先してたっぽいから、友達としてなら最高に楽しい存在かもしれないけど、将来を見据えた異性としては見ちゃダメなタイプの人ってのは、抑えておくべきところよね。つまり、いい男かもしれないけど、良い夫でも良い父親でもないってことよね。ちなみに、この後すぐにフラウアーさんに、君のようなタイプが好きだと気づいたって言ってるけど、実はこれ、彼の独白と繋がっているセリフで、前妻が白人のブロンド女性で、離婚することになっちゃったけど、結局君が好きってことなのよ。かと思えば、俺はモビルスーツが好きで、俺にとっては女は障害物にしかならなかった、とまで思っちゃってるから、ケネス好きの女性ファンがいたら、こいつはマジでやめとけって感じよね。さあ、またシーンが少し飛ぶわよ。時間にして、9分50秒あたり、偽物の皆さんが来た後の話よね。これはまとめサイトかコメントで見て、ああそうかもと思った考察なのだけど、ここでギギは、マフティーの名前を思い切り小馬鹿にしてみせたじゃない？だのに、そのマフティーのリーダーを名乗る男は、なんだこいつって笑っちゃったのよ。ここで名探偵ギギは、あ、こいつ偽物じゃねって思ったんじゃないかなと。ね。さあ、連続したシーンなのでそのまま行くけれど、ここでまた口有名になった、保健衛生大臣なのだけど、なんか、ザ無能みたいな書かれ方しているけれど、ぶっちゃけた話、これケネスと対局だなぁとは思ったのよ。どう対局なんだ？仕事だけ優先して離婚したケネスと、ひょっとしたら本当に無能かもしれないけど、
ここまで連れ添った妻に、泣きながら殺してとまで言わせた夫なのよね。ああ。だから少なくとも、この人は良い夫で、良い父親であったかもしれないのよ。だってどこぞのザ無能な交換は、若い愛人作るどころか、その愛人にも、愛想つかされて見放されたりしてるのだから。まあ。そして、とても大事な事実なんだけども、そもそもこの人も、マフティーがぶっ殺すリストに入ってる人じゃないかしら。マフティーのやり方って爆撃だったりビーム兵器だったりするから、まあ多分、そもそもご夫婦揃ってハサウェイが殺すはずだった人なのよね。ここから考えるに、つまるところ組織としてのマフティー・ナビーユエリンとは、家庭的には善人だったとしても、優しい人だったとしても、マフティーから見て無能と判断したら殺すねって連中なのよ。決して正義の味方ではないわ。そしておそらくなのだけど、保健衛生大臣は、無能かもしれないけど、愚鈍かもしれないけど、正義感で行動したんじゃないかなとは思うのよ。というのも、本当に根拠ここしかないんだけど、10分14秒のあたりで、保健衛生大臣のご婦人が、何かをやろうとした保健衛生大臣に、すごい小声で、あなたやめてって言ってるのよ。だからおそらく、この人はまず自分の妻に相談して、彼なりに何かを考えて立ち上がったんじゃないかなと思うの。無謀とか、万有って呼べるものかもしれないけどね。けど、ひょっとしたらこの人って、割とマフティーの話も聞いてくれたんじゃないかなとは思ったりするのよね。いや実際、どんな人だったのかしらね。案外ハサウェイの言葉も聞いてくれたりしたのかもしれないわね。そして、ちょっとだけ時間は前後するけど、今の世の、ネットミームの総大将。多分原作見てない人はこの人が本物のマフティーだと思われてるだろう。本名なし。通称カボチャマスクさんについての考察もあるわ。すごい人気なんだぜ。ちなみに、原作小説での彼の呼び名も、カボチャマスク、よ。カボチャマスクは〇〇した、カボチャマスクはって書かれてて、時々、カボチャは〇〇したって呼び捨てにされてるわ。あと、お仲間は魔女のマスクとか、アイパッチの海賊マスクとか、まあそんな風に呼ばれているわ。いやほんと、彼には感謝してるわ。悪名は無名に勝る、とか言われてるけど、ちゃんと悪名じゃない方向ですごい広まってくれた上に、タイトルをドーンと出しながら踊ってくれてるから、これが先行のハサウェイの登場キャラですとしっかりみんなに教えてくれるし、そのくせ、レイン君がガンダムだと。ってセリフ言ってくれるおかげで、どこぞの止まるんじゃねえぞさんみたいに、ガンダムのキャラだと知らなかった、みたいなことになりづらいのも大きな加点要素よね。いやほんと、嬉しい誤算だわ。それ本編関係あるか？ないわね。まあでも雑に経緯だけ説明すると、昔、海外のニュース番組で、海外のコメディアンが、場を繋ぐために、このコスチュームでひたすら踊り続けた、みたいなのが全ての始まりだそうよ。で、その後そのコメディアンが別の場で同じ踊りを踊ってみせたりして、海外だとそこそこ知られたネットミームだったみたい。そんで時は流れて、なんか馬娘とアイドルマスターってゲームと、先行のハサウェイの PV のセリフを混ぜた不思議な文章が出回るようになって、それがファンアートになって、映像化されたらなんでかわからないけど海外のコメディアンが踊る動画に先行のハサウェイの主題歌がついたのよ。ただまあ、繋がりが例ってわけではなくて、アイドルマスターには、ガウマンと同じ声優さんのキャラクターがいてね。そしたら声に釣られてマフティーの本物がやってきたみたいな。そして例の偽マフティーは本当に原作でもカボチャマスク被ってたから、カボチャ、声優つながり、当時の流行りのアニメ、同じ系列、会社というつながりが、不思議な縁で合体したのがあの反省を促すダンスなのよね。奇跡の出会いなのよね。そして本編そのものはネタじゃなく本当に面白いのだから、これは強気におすすめできるわね。というわけで、本編のカボチャマスクの考察なのだけど、劇場版では、省かれたセリフがあってね。原作の小説版だと、ハサウェイの存在に気づいたカボチャは、反軍思想の持ち主だって聞いてたけど、なんでって動揺するようなセリフを喋ってるのよ。その後に、お前には人質になってもらうって言いつつも、ハサウェイには好意的だったみたいだから、いくつかの考察の中に、カボチャマスクたちは愉快犯とか便乗犯じゃなくて、本当に思想的にはマフティーよりで、ここで軍資金をたんまり得てから、マフティーに合流しようとしていたのではって言われてたわね。実際、ハサウェイの知らないところで、勝手にマフティーを名乗る組織が集まってるみたいな話は本編にもあったわけだしね。さあ、次よ次。時間にして12分18秒あたり。ここ、クエスの声の複数のパターンと、ギギの声の複数のパターンが混ざってるんですってね。ギギも混ざってたのか。舞台挨拶でスタッフさんが言ってるから、そこは間違いないと思うわ。となるともう、解釈がいくつも生まれちゃって、正解わからないわね。この映画の先行のハサウェイだと、クエスがハサウェイをかばって死んだルートだから、クエスは怨霊ではなく、守護霊よりなのかなと私は考察していたのだけど、ギギも混ざってるとなると、ちょっといろんな想定がブワーッと広がって、私では考察しきれないわ。ギギがニュータイプだとして、ギギの思念とクエスを重ねた可能性だってあるし、
逆に、クエスの声をギリと重ねた可能性もあって、普通に両方の、ニュータイプとは一体、うごごごご。なので、ここは素直に、いろんな想定ありすぎて降参よ。ただ私は、クエスだと思いたいわ。オッズはわからないけど、クエスにかけたわ。外れるかもしれないけど、理由は、私がクエスを好きだから。もうそこから先はIUI。おう。さてお次は、12分59秒のあたりね。実はここも、結構原作と違っていて、本当ならここ、ハサウェイが一人で完全に制圧してるのだけど、まあ色々お話の都合とかよね。で、ハサウェイは敵の最後の一人を見落として、大ピンチってとこなんだけど、ねえ、このシーンおかしくない？なんでハサウェイ、銃口向けられそうになってて、自分身動きできないのに、あらら、もう一人いたのねー、みたいな顔してるの。数秒後多分死ぬのよ。やっぱもうハサウェイは、ぶっ壊れちゃってるのよ。何か手はないかとあがいてもいないし、窮地を脱するための手段考えてそうでもないし。ハサウェイ。さて、お次はちょっとしたセリフなのだけど、13分50秒あたりね。ここの閣僚さんだかただの金持ちさんだかのセリフで、カボチャたちはシャトルをオーストラリアに向かわせていたってのがわかるのだけど、劇中でも出てくる、マフティーの部隊が集結中で、前の隊長のキンバレーが大部隊を引き連れて向かった先が、まさに、オーストラリアにあるオエンベリって場所なのよ。まあそんなわけで、カボチャマスクたちは、おそらく本当にマフティーに参加するために軍資金を集めていたんじゃないかなって思うわ。オエンベリの片割れかもってケネスが言ってたし、ひょっとしたらすでに一度合流済みかもしれないけど、その割には雑な気がしたから、そこはちょっと悩むところだけどね。あと、これも余談なんだけど、カボチャ、多分生存してるわ。足を撃たれただけだし、映画の14分8秒のあたりで縛られてる人の中に足怪我してる人いたから。我らがネットミームのヒーロー、カボチャマスク氏はご存命よ。まあ、だからなんだって話だけどもね。さあ、そんなわけで、無料公開されてる冒頭15分、語り尽くしたわ。動画時間も随分長くなったんだぜ。そうね本当はこのまま本編も語りたいのだけど、引用ってさじ加減難しいのよね。ともあれ、今回の動画はここまでよ。見落とし、結構あるかもしれないけど許してほしいわ。いろんなところで、いろんな角度でガンダムを考察するのがオタクですし、私だって所詮一ガンダムオタク、穴だらけだもの。そこをみんなでどんどん研ぎ澄ませていきたいところよね。そんなわけで、今回の動画はここまで。もしよければ、チャンネル登録とグッド評価ボタンを押してもらえると、とっても嬉しいわ。よろしくなんだぜ。それでは、ぜひまた見てね。またななんだぜ。